どうもこんにちはレイムです。マリサだぜ。今回は光源氏のことをやっていきたいと思います。光源氏最後のスーパーアイドルと称されるアイドルだぜ。そんな光源氏なんだけども、今回は光源氏がデビューした年のことを取り上げてやってみようと思うわ。デビューした年世間では何があったのか？芸能界ではどんなことがあった年なのか？ってことをやっていこうと思ってるんだけど、そんなのリスナーの皆さんが見たいと思うのかだぜ。さあ、知らん。さあ、知らんって。動画上げてみないとわからないのと、そもそもに動画自体を面白くしないとダメってことなんだけどね。まあ、それは当然のことだな。わざわざ見てつまらない動画だと次から見ないもんな。他の人の動画を見て色々パクっていかないとね。どえらいストレート発言だな。まあ、参考にさせてもらうって感じよね。YouTube はしかしいろんな意味で本当に楽ではなかったわ。まあ、そうだな。話せば長くなるから話さないけど、体力精神力色々やばいぜ。まあ、今回もとっととやっていきましょう。それでは、ゆっくりしていってね。はい、そしたら今回のテーマはこちら。1987年って？えらくざっくりとしたテーマだな。そうね。もうちょっと細分化しようかしらね。ってことで、ドン。1、主な出来事。2、芸能界の出来事。まあ、まだざっくりとした感じなんだけど、一応こういう感じでやっていくわね。オッケー。まずは、一番の主な出来事だけど、この年の世相であったり流行語などを光源氏を交えながら解説していくわね。はいよ。1987年、昭和62年皆様はどんなことをなされていたでしょうか？結果としてなんですが、あと2年と7日後に、平成元年となることになります。光源氏というグループ名を決めるにあたって、昭和から次の年号になる可能性が当時はありました。昭和天皇様が高齢なのと手術をお受けになられたりと、そんなことから次の年号のことも話題になっていたのかもしれないぜ。そんなことから当時の社長こと、ジャニー喜多川さんは次の年号には光という文字が使われるんじゃないかという噂を知ります。光源氏というグループは光と源氏の2つのグループが合体して、光源氏となっているのですが、次の年号で使われるかもしれない光をグループ名に使いたいと思いひらめきます。とまあ、この話の続きをしていきたいのですが、この話は一旦時系列と沿わしながらその時に話をしていくことにします。わかったぜ。はい、ではまずは、1月からの出来事を見ていくんですが、光源氏結成には1986年から動き出していたのでそこの辺を先に補足していきます。わかったぜ。1986年テレビ番組で訪れたハワイで、ジャニー喜多川さんはローラースケートで遊ぶ現地の人たちを目撃します。その遊ぶ人たちを見て、アイドルにローラースケートを履かせて歌わせるといった案をひらめきます。ハワイといえばカー君が今住んでる場所だぜ。そんな案をひらめいて構想を練り始めていた時に、ロンドンで人気のミュージカルスターライトエクスプレスがフジテレビ主催で1987年11月より日本で公演されることが決定し、そのミュージカルに当時事務所に所属していた川崎麻世さんが出演することが決まります。ミュージカルは1987年11月からということで、光源氏は8月19日にレコードデビューだぜ。そのミュージカルに所属のタレントが出演ということで、このチャンスに便乗しないでどうするの？ってことでミュージカルの話題性、宣伝力、主催のフジテレビに顔が利くこともあり、ハワイでのローラースケートを使ったミュージカル、光源氏の要素が着々と揃っていきます。で1986年後半からメンバーの選定が始まっていきます。その手始めとして、ジャニーズジュニアの3名5名ほどにお金を渡し、スケートリンクに行ってローラースケートの練習をしてきなさい。と告げグループ結成のための練習とは教えませんでした。その時にはミュージカルのオーディションのための練習と告げ、実際にもローラーディスコ全国大会なるものがあり、入賞者はミュージカルにスタント出演ができたんだぜ。しかしそんな大会には出す気はさらさらなく、新たなグループのための練習をさせるための口実だったんだぜ。その本当の理由を言わなかったのは、真剣に取り組む素の表情、姿勢を見ることを目的としていました。そんな1986年後半、後にスーパーアイドルになるための大事な要素、デビュー曲の依頼をチャゲ&アスカに依頼します。着々と光源氏誕生が動き出しているぜ。楽曲依頼にあたっては、チャゲアスのいるスタジオにジャニーさん自ら単身で訪れ、その場で3曲の曲を手掛けることが決まります。ちなみにデビュー曲のスターライトのみアスカ作詞、チャゲアスカ作曲。ガラスの10代、パラダイス銀河はアスカ作詞作曲となります。余談話としては、カー君お気に入りのパラダイス銀河の歌詞でシャカリキとあるが、
あれはお釈迦様が一生懸命になっているであり、コロンブスはアメリカ大陸を発見したクリストファー・コロンブス。二つを合わすことで、釈迦力になって探したって、コロンブスさえも発見することができない夢の島子供の場所を意味するそうだ。おそらくですが皆様も大人には見えない、釈迦力なコロンブスという。ちょっと意味はわからないけど、語呂がいいなって感じではなかったでしょうか？まあ、そんなアスカと光源氏は局の版権をめぐって事務所同士の揉め事でたもとを分かつことになります。しかし、光源氏デビュー30周年の2017年、再結成ツアーを行うために、集まったメンバー7人で楽曲制作をアスカに依頼したんだぜ。7曲を書き上げたけど、事務所に残ってるメンバーと光源氏という名称をめぐって折り合いがつかず、おじゃんになってしまいます。そのうち1曲はアスカが新作で発表。残りの曲は再び集まれる時にと、残してくれてるそうです。その曲を歌ってる7人を見てみたいものだぜ。と、まあそんなデビュー曲の依頼のお話でしたが、話をローラースケートの練習とメンバー選定の話に戻しまして、1986年後半、3人から5人をピックアップしてスケートリンクで練習してきなさいということでしたが、内容としてはローラースケートの講師の先生もおらず、ただただ最初の頃は自由に遊んでいただけだったそうです。そしてここからが1987年、光源氏誕生を迎える年のお話となってきます。ちょっと補足なんだが、話の流れで楽曲提供の話をしたんだが、正確には1987年に入ってからの依頼となってるぜ。編集中に気づいたんだが、修正するのに手間がかかるということで、ここで修正させてもらうぜ。はい、では1987年突入していきましょう。はい、では1987年、何があったのかを見ていきましょう。この年の流行語は、新語部門はマルサで、流行語部門では懲りない〇〇が金賞を受賞しているぜ。マルサは国税局査察部のことを通称マルサというぜ。マリサとは一時違いだけど、違うのであしからず。このマルサはマルサの女という映画で、マルサに勤務する女性査察官と脱税者との戦いを、コミカルにかつシリアスに描いた映画なんだ。監督脚本は伊丹十三さんで主演は宮本信子さんなんだが、二人は結婚していて夫婦なんだぜ。結婚したのは1969年。このマルサの女より前の映画、お葬式という映画で妻の宮本信子さんを主演に、起用しています。その後の夫の伊丹十三さんが監督する映画には全てに出演しております。なんだ？忖度か？って思うと思うけど、これには伊丹十三監督自ら妻はいい女優なのに、なかなか主演の話が来ない。ならば彼女を主役にした映画を自分で撮ってしまえばよいとのことで、お葬式という映画で主演させてるぜ。伊丹十三さんは64歳でお亡くなりになってますが、その亡くなり方にはいろんな噂があるようです。ここではその話はしないぜ。もう一つの流行語部門の懲りない〇〇というのは、安倍ジョージさんの小説からです。元暴力団員であり、元日本航空のスチュワードをしたりとなかなかに波乱な人生を歩んでいるぜ。では、マリサと懲りない〇〇が、流行語金賞を受賞した年の1月を見ていくことにしましょう。1月17日に日本で初の女性エイズ患者を神戸市内で確認します。その女性は確認後3日にお亡くなりになります。その亡くなるまでに100人以上の男性と関係を持っており、神戸市を中心にエイズパニックが広がります。1月21日。巨人の星、明日のジョーの作品で有名な漫画の原作者梶原一騎さんが亡くなったぜ。アニメでは世界名作劇場から13作目にあたる、愛の若草物語が1月からスタート。オープニングエンディング曲はおにゃんこクラブ会員番号4番、新田絵里が第14話まで担当していたぜ。同18日からは新メイプルタウン物語パームタウン編が始まります。とまあ、そんな1月なのですが、1987年1月に生まれた有名人の気になる人をピックアップします。井上真央さん。花より団子だぜ。トリプル A の元メンバー伊藤千秋さん。伊藤千秋さんは、アメリカの通称ハイロックという観光スポットの岩場に、スプレーで文字を書き込んでしまい炎上したぜ。赤井咲さん。プロレスラー、タレントをしています。赤井咲さんは赤井秀和さんの子供だぜ。前妻との間に生まれた次女となっています。2、3歳の時に両親が離婚されているので、その幼少時以来赤井秀和さんと会うことはなかったそうです。デビューはスカウトで2004年に写真集を発売する際に、当時所属していた事務所が赤井秀和さんの娘と公表。そのことで14年ぶりに再会するぜ。それまで芸能活動をしていたことを一切知らなかったみたいだ。といった1月なんですが、その時の光源氏はどうなっているでしょうか？ 1987年1月、
日本武道館で開催されていた少年隊のコンサート、ニューイヤーコンサート87での錦織一清さんのソロ曲にジャニーズジュニア、諸星和美もローラースケートを履いてバックを試験的に走行したりしました。といったところが1月までのお話となります。2番目での芸能界の出来事も軽く触れてしまっているが、2番目ではもうちょっと色々解説していくぜ。とまあ、ここまででまだ1月なんですが、続きは次回の動画にしたいと思います。長尺にしてあまり見られない動画だと、あまりにもきついので一旦ここまでで、反応を見て次回動画にしていくぜ。というわけで申し訳ないですが、続きは次回にやっていきたいと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。